こんにちは、のすけです。沸騰冷却専用の PC ケースを製作する企画。のすけのお財布事情により、材料はカットのみで購入。追加工は家内製試工料することに。前々回の動画でもご支援がありました。メンバーのみんなも含めて、本当にありがとうございます。恩返しできるような企画も考えているので、ちょっと待っててね。ということで今回はアルミフレームの追加工をやります。できるだけ効率よく作業をしたいので Amazon を物色。で、これ買いました。アルミ用ヤスリ、1091円。専用品だから3倍くらい早い、はず。というのは本当なのか？のすけのレジェンドと比較してみましょう。レジェンドは説明不要ですが、のすけの作品の影の功労者。鉄からアルミ、アクリルまで何でも削ってきました。さて挑戦者はレジェンドに勝つことができるのか。ちなみに小学校の図工の時間に習ったとは思いますが、ヤスリの目には種類があります。レジェンドは含めヤスリ、で、挑戦者は単目ヤスリですね。今回はアルミフレームを 22.5 度に加工する時間で比較。精度よく 22.5 度に加工するために、前回の残りのレジンでジグを召喚しときました。いざ、尋常に勝負でござる。先手はレジェンド対戦から。スタート。これも小学校の図工の時間に習ったと思いますが、ヤスリは基本的に押し掛けで使用します。往復掛けで使用すると目が痛むので注意です。はい、無理です。押し掛けはめっちゃ疲れるので、往復掛けを解禁しました。うちのヤスリはそんなにやわじゃな。電動工具を使うなんてなんか野郎のすることだ。そう思っていた時期がのすけにもありました。今は後悔しています。テーブル層買っときゃよかった。真っ白に燃え尽きたぜ。記録は、約42分。次は挑戦者の番。スタート。挑戦者は新品がずるいので、のすけの HP が 50% から開始することにしました。最初の削り具合はレジェンドと変わらないですね。往復掛けするとビビりが出てうるさいです。削り具合はレジェンドと同じようなものですが、ビビり振動で音が出やすいのでうるさいです。レジェンドが低めなのに対して挑戦者は単目、なので一定周波数の振動が起きやすいのかも。記録は、約44分。まさかの挑戦者の敗北、アルミ専用とは一体何だったのか。他にも挑戦者に対する不満はあって、持ち手が平べったいのは疲れる。短時間の使用であれば気にならないのですが、30分を超えてくると丸みのある方が疲れにくいです。ただ、仕上げに使うのは挑戦者の方が良かったです。レジェンドは刃が先に行くほど細くなっているので、
平面度を出すのは難しい。乗船者は先端から根元まで平行なので、平面度が出しやすかったです。ここで仕上げの極意をご覧ください。仕上げの時は面の中央を削るように、面と平行にヤスリを動かしましょう。面の偏りができないように、いろいろな方向から削りましょう。くじけそうになったら、松岡先生を思い出しましょう。出来上がりはこんな感じです。これなら航空宇宙産業に納品できる？ヤスリ対決は引き分けってことで。今回はまだまだ追加工する部品がたくさん。次はスイッチパネル取り付けで邪魔になる部分の除去。もう1年分のヤスリをしてお腹いっぱいなので、フライステーブルを使用することに。専用のジグも召喚しときました。45度回転させてバイスで加えられるようにしています。エンドミリの径は3ミリ、17000回転。平行を確認しながら、慎重に削っていきます。できました。フライスによる加工面はかなり綺麗なので、ヤスリによる仕上げは不要ですね。最後は穴開け加工。この前買った卓上ボール板を使います。簡単にプロクソンの卓上ボール板を説明すると、0.8 から 6.0 ミリまでのドリルに対応。3段ベルト式変速で、2100、4500、6200回転に設定できます。ストロークは30ミリです。で、穴開けする場所は、アルミフレームを簡単に取り外したい場所。特殊なブラケットを使用するので ③ の穴を開けます。ここもそこそこの精度が求められているので、ジグを召喚しておきました。端から 9.8 ミリの位置にガイドの穴が開いています。こんな感じにアルミフレームを挿入してネジ止め。切削油はその辺に転がっていたミニ四駆の、ベアリングオイルを使用しています。で、穴開け。ガイドを使用して自動聴診をさせたかったので、あえてフリー、手で押さえて穴を開けましたが、7ミリのドリルのトルクを抑えるのはギリでした。皆さんはちゃんとバイスで固定して穴を開けましょう。ということで、穴開け16箇所。すべての追加工が終わりました。残るは組み立てとなります。サクッと組み立てていきましょう。まずは土台となる部分から、アクリルのパネルが入るので、3D プリンターで召喚した、ブラインドブラケットを使用します。このブラインドブラケット、パネルをつけると目立たなくなるので良いのですが、取り付けの合成は低いですね。アルミフレームとの接触面積が小さいので、ネジを締めても多少グラグラします。仮締めの状態でハンマーで叩いて位置合わせ。ドリルで穴を開けたアルミフレームには、この特殊なブラケットを使用します。ネジを締めていくと変身したテーパ部分によって、爪の部分が引っ張られ、固定する仕組みになっています。この部品は 3D プリンターで召喚しても、
合成が足りなそうだったので、追加で正規品を16個買いました。取り付けは、アルミのスペーサーをフレームに押し込んで、爪のある部品で挟んでネジを仮締めします。フレームに爪の部分を差し込んで、ネジを本締め。しっかり締めると合成感もあり、グッドになります。最後に紹介するのは、メンバーのキヨさんにタダで作ってもらったブラケット。なんだかんだ言って、このブラケットが一番合成がある。ので、多用させてもらいました。あとは 3D モデルを見ながら組み立てていくだけ、の簡単なお仕事。と思っていたんですが、意外と時間がかかりました。合成を出すためにブラケットを多用したので、ネジの本数が多すぎた。改めてネジの本数を数えてみたら、ちょうど100本ありました。まあ、超会議で運搬することを考えると、合成はいくらあっても損はしないので、最後にハンドルを取り付けて、完成です。なんだかんだ、組み立てにも8時間ぐらいかかりました。でもかっこいいので許すことにします。なんとなく、塗装前のアルミ車体電車っぽいですね。横から見るとこんな感じ。黄色と白のブラケットが差し色でいい感じです。ヤスリで 22.5 度に頑張った部分。紙1枚の隙間も、ありました。まあ、家内製紙工業の実力はこんなものです。後ろから、フレームの穴が開いている部分がかっこ悪いので、3D プリンターでカバーを作って埋めようと思っています。体重は、4.24kg。さすがアルミフレーム、見た目に反して軽いです。取っ手がついているので、持ち運びも楽ちんです。ということでアルミフレームの加工と組み立てまで、完了。次回はアクリルパネルの加工をやっていきます。いいねとチャンネル登録してお待ちください。